兄たちの重い荷物をたった一人で背負う若い神。道の先には毛をすべて失い、泣き伏す一羽のウサギがいました。兄たちは通り過ぎましたが、若い神だけが足を止めます。この出会いが、後の国づくりの神の運命を変えます。今回は稲葉の白ウサギです。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。佐野と櫛灘姫が結ばれてからいくつもの世代が続きました。その子孫に生まれたのが大穴無地の神です。古事記はこの神に5つの名があると記します。後に大国主の神と呼ばれる神です。大穴無地の神には八十波と呼ばれる多くの兄弟がいました。兄弟たちはみんな稲葉の八神姫を妻に迎えたいと考え、揃って旅に出ます。大穴無地の神には大きな袋を背負わせ、従者のように最後尾を歩かせました。稲葉の桁の岬へ来ると、毛をすべて失ったウサギが苦しそうに伏していました。先に着いた八十波はなぜ傷ついたのかを尋ねません。ただ海水を浴び、風の吹く高い丘で伏していればよいと教えました。海水を浴びて風に当たっていればよい。そうすればきっと元に戻る。ウサギは言われた通りにしました。けれど海水が乾くにつれ、潮と風が傷ついた体を苦しめます。痛みはさらに増し、ウサギは泣きながら伏していました。そこへ荷物を背負った大穴無地の神が最後にやってきました。泣いているウサギを見ると立ち止まって尋ねます。どうしてそこで泣いているのですか？私は沖ノ島にいて、こちらへ渡りたいと思いました。でも、渡る方法がありません。そこで海のワニに、私たちの一族と、あなたたちの一族では、どちらが多いか数え比べよう、と持ちかけたのです。ウサギは海のワニたちを島から桁の岬まで一列に並ばせました。そして、その背を一つずつ踏み、数えながら海を渡っていきます。計略はうまくいくように見えました。ところが岸へ着く寸前、ウサギは、お前たちは私に騙されたのだと口にしてしまいます。すると、列の最後にいたワニがウサギを捕らえました。そして原文の言葉で言ういい服をすっかり剥いでしまったのです。こうしてウサギは丸裸になりました。そこへ先ほどの神々が来て、海水と風が良いと教えました。その通りにしたら、体中がもっと傷ついてしまったのです。急いで河口へ行き、真水で体を洗いなさい。それから河口に入るガマの花粉を敷き、その花粉の上でそっと転がるのです。そうすれば肌はきっと元に戻ります。ウサギが教えられた通りにすると、その体は元のように戻りました。古事記はこのウサギを稲葉の白ウサギと記し、今はウサギ神と呼んでいると伝えています。あの八十神たちは八神姫を得られないでしょう。大きな袋を背負っていても、あなたこそが八神姫に選ばれます。八十神は直し方だけを教えました。けれど大穴無地の神はまず理由を尋ねました。この違いがウサギの運命を変えたのです。ここで物語を少しだけ深掘りします。ウサギは海のワニを一列に並ばせ、その背中を使って海を渡りました。このワニは何だったのでしょう。サメだとする説、今のワニの仲間だとする説、神話に登場する海の生き物と見る説があります。古事記の本文だけでは一つに決められません。助けられたウサギの予言は
間もなく現実になります。柳姫が選んだのは荷物持ちだった大穴無地の神でした。怒った八十名は弟の命を狙い始めます。次回は八十神の迫害。大国主の受難です。